ドイツの日曜日は買い物はできないし、荷物も届かない日。ドイツの日曜日はどれくらいお店が閉まっているのかというと、生活に必要なものはほとんど。スーパーくらいはやっていてほしいところですが、残念ながらスーパーも薬局もドラッグストアも日用品は日曜に手に入りません。基本的に飲食店と観光施設以外はやっていないのがドイツの日曜日なんです。不便じゃないかって？もちろん不便に感じます。旅行者も例外ではありません。旅行中に歯ブラシやコンディショナーを持参し忘れた時、思わずシャイセイと言ってしまう人もきっとこの国では多いはず。ドイツのホテルには歯ブラシやコンディショナーがないのは普通のことなんですよ。まあそんな時は日曜もやっているキオスクかガソリンスタンドへ行くと歯ブラシは売られていることもあるのですが、そううまくいくとは限らないので、この2つは持参し忘れると大抵積みます。また衣料品や家電、雑貨屋などの小売店も閉まっているため、街中ではお土産も日曜日には買えません。それらはすべてゾンターグスルーエと呼ばれる制度によるものです。ドイツでは日曜日と祝日は休息の日として法律で保護されているため、多くの小売店が閉まります。でも日曜でも駅や空港では例外的に営業が認められています。スーパーやドラッグストア以外にも服屋もお土産のショップも船屋も。街中に入ると一気に休みモードになるので、旅行者の方は主要な駅で足りないものを揃えておくと困りませんね。この制度は労働者の休息や家族との時間を守るためにあるものなんだそうです。先ほどからお肉をカットしていますが、この後で焼肉を食べに行きます。ドイツでは薄切りのバラ肉は売られていないので、おおよそ毎月1回行動が制限される日曜に自分でスライスをしています。さて、そんな日曜の制度の歴史はローマ時代まで遡ります。4世紀、ローマ皇帝が日曜日を休息の日と定めました。その背景にはキリスト教徒がイエスが復活した日曜日に教会へ通うという習慣があったからでした。中世になるとこの習慣はより重要視され、日曜日に教会へ行くことは宗教的な義務として社会の中で強く求められるようになっていきました。そう、始まりは宗教的な理由。でも今は少し違うね。現代のドイツでは、憲法上、教会へ行く必要ないということになったけど、日曜日はきちんと休むべきという考え方から、忖度スの制度は残ってる。最近は物価が高くなったから、あまり毎週外食する人はいないかもしれないけど、昔は日曜日に家族で外食する人も習慣として多かったよ。多分それは日本も同じような感じかな。私が子供の頃も家族で外食するときは日曜の夜のことが多かったかな。土日は朝から夕方まで習い事でみんな忙しかったから、たまたま日曜だっただけかもだけど。Erst Yakinique essen gehen und dann zu Hause wieder Fleisch schneiden. Ist schon irgendwie komisch. Ja, stimmt. Wäre schon schön, wenn mir jemand helfen würde. Tja, ich bin nur fürs Essen zuständig. ちなみにさ、マークはドイツで生まれてドイツで育ったから、日曜日の制度は生まれた時からずっとあったでしょ。ドイツ人としてそれは不便に感じないの？いや、まあ全然不便だよ。日本に行った時は買い物はいつも土日だったでしょ。
平日に買い物行きたくないもん。まあね。もうだからといって平日の営業時間が長いかというと、スーパーとレストラン以外は19時か20時閉店じゃん。だから忙しいよね、平日に行くなら。かな。パパはこの間ずっとそうだったから、まあいいんじゃないって感じだったけど、彼は友達多いでしょ。でも僕たちはハンバーグに家族も友達も住んでないから、不便な日だと思う。まあね。だからちゃんとドイツ人してる人は、日曜日も充実してるかな、きっと。それなら日曜だけでいいから、レストランの代金ちょっと安くしてくれたらいいけどね。ローエゾンターク的な。じゃなきゃ高すぎて本当にただ何もしない日になる。それはあるね。そんな言葉はないけどね。牛肉は安いブロックの肉が今回売り切れだったので、ローラーデンの肉をハンマーで叩いて薄くしてから冷凍します。そんな私たちの日曜の過ごし方は、大抵はただ家にいるか、散歩をしてのんびり。天気がいい時は、ハンブルクからさらに北へ進んだ町、シャルボイツで週末を過ごすこともあります。特に何をするわけでもないですが、ただまったりゾンターグスルーへの思惑通りしっかり休息の時を過ごしていたりします。時々無償にやりたくなってしまうパズル。皆さんならこのハリボーのパズルをどう攻略しますか？私たちはまず外を固めて、内は白いハリボーを頼りにつなげていくことにしました。数日経っても全く進まず、ただパズルを広げただけ。夜は簡単にサラダ、昼に食べ過ぎたので夜は控えめに。そういう時にトマトサラダいいよね。バーベキューシーズンも到来したから食べる機会増えるね。マークさんの週末はというと、ドイツのサッカーリーグブンデスリーガの試合を見るのが恒例です。騒がしくなるぞー。日曜日の制度によって多くの労働者の休息日が平等に守られているようにも感じますが、便利さはそのための犠牲ということなのかもしれません。皆さんは日本でもこの制度が導入されたらどうなると思いますか？国によってこんなにも社会の制度が違うのはちょっと面白いですね。